さんこんにちは、青ゆいです。本日のレンズはあの白い箱の中に入ってます。はい、こちらがタムロンの 25-200mm f2.8 から 5.6 DI3VXD-G2 となっています。タムロンが誇る高倍率ズームの第2世代モデルとなっています。第2世代ということで、設計、オートフォーカス、描写全てが新しく作り直された一本です。ではどこが進化したのか、今回はそこを確かめていこうと思います。実際に確かめるにあたって3部構成でお届けしていこうと思います。まず第1部はこの場所で開封、そして第一印象、あと簡易スペックについてお話ししていきます。そして第2部では実際に外に出て作例をお届けします。その際にカメラのモニター画面を皆様にお見せしながら撮影する様子をお届けします。今回はスナップ撮影、そしてマクロ撮影もしていきます。そして第3部ではまたこの部屋に戻ってきて使ってみた実際の感想をお話ししたいと思っています。なのでぜひ最後までお楽しみください。そしてこのレンズの魅力を一言で言うのであれば、寄れて広くて遠くまで届く 25mm の広角から 200mm の望遠まで、さらにハーフマクロまで楽しめる万能ズームの完成形ですね。でね、見るからに箱小さいですよね。おかしくないですか？ 200mm までのレンズが入ってると思えないコンパクト。では早速開けていきます。軽い。単焦点。思わずね、ズームであることを忘れそうなサイズ感ですね。これはすごい。手に取った瞬間から軽っていうね、その衝撃が大きいです。しかもね、このサイズ感で 25mm から 200mm までカバーしてるってすごいことじゃないですか。ちなみに重さはわずか 575g。 高倍率ズームとは思えない軽さで、マッチスナップでも旅行でもこの1本さえあれば全て撮れてしまう、そんな万能さがありますね。もうね、今日はこの1本で勝負するぞっていうこともできちゃうくらい万能な1本かなと思います。デザインに関してはね、やっぱりタムロンらしいこのすごくシンプルな感じがいいですよね。そしてこちらフィルター径はね 67mm となっていまして、他の E マウントレンズと共通してるんですよ。そこもタムロンさんのいいところだなと思います。フィルター径が共通しているからこそ、様々なフィルター、ND フィルターだったり EL フィルターなどをつけられるっていうのがいいのかなと思います。やっぱりね、複数本タムロンを持っている方にとってすごくありがたいことですよね。いいですね。お次は何ミリで F 値が変わるか、その比較をしていきます。実際に撮れた写真がこちらで、現在 25mm、 そして次が 27mm、 お次は 34mm、 そして 53mm、 そして 96mm、 それ以降は 200mm までずっと F5.6 のままです。そして VXD モーターはとても静かで、今回静止画だけではなくて動画でもこちら使用していこうと思っていますので、第3部での作例もお楽しみください。では α7C2 にまずつけてみたいと思います。おー、フードちょっと撮ってみたんですけどどうですか？これ 85mm ですって言われてもなんかわかるわっていう感じのサイズ感じゃないですか。すごいなこれ。はい、かっこいいね。やっぱりね、このソニーのこうすっきりとしたボディ、シンプルさにタムロンのレンズ合いますよね。はい、ちょっとフードもつけてみますね。いい、かっこいい。こういう感じのイメージですね。楽しいな。いいね。取り回しめちゃくちゃ良さそうです。じゃあちょっとね、α7-4 にもつけてみたいと思います。はい、こんな感じの見た目となってます。ちょっとね、ごつくなりますね。C2 のシンプルさ、薄さとはね、また違って、やっぱり7-4ならではの分厚さ、肉厚さ、重厚感っていうのがあるので、なんかまたちょっと印象が変わりますね。
いいわ。伸ばした時の全体のこのまとまりがいい感じっていうのも7-4にもありますね。ではね、今回作例を撮影していくのは α7C2 ですので、もう一回 C2 に戻します。軽っ今ちょっと C2 につけて持ち直したんですけど、めちゃめちゃ軽いです。いやー、軽さはね、正義E マウントを使ってからでめちゃくちゃ思いますね。はい。そしてね、このレンズ、第2世代になったということでいろんな進化はあるんですけど、私的に最大の進化っていうのはハーフマクロ撮影ができることなんじゃないかなと思います。広角端の 25mm で最短撮影距離っていうのがわずか 16mm なんですね。めっちゃ寄れますよね。でもそれだけじゃなくて最大撮影倍率っていうのが1対 1.9、 つまり被写体の実物の約半分の大きさで写すことができるわけです。最大撮影倍率って何ぞやっていう方もいらっしゃると思うんですけど、1対1の場合が真のマクロレンズです。でもこれはハーフマクロなので1対 1.9 約1対2ということで、ガチマクロの半分、ハーフサイズのマクロが楽しめるんです。しかもね、これ1型と比べてどういう風に進化してるかっていうと、前作の 28-200mm は広角端で1対 3.1 だったんですよ。ですが今回の G2 では1対 1.9 まで寄ることができるようになったんです。めちゃくちゃ単純に言えば被写体に約 1.6 倍近づけるようになったということです。すごくないですか？今回 25mm で1型はね 28mm だったので、そこの違いっていうのもあるんですけど、ただただその 3mm の焦点距離の違いを試せるっていうだけじゃなくて、ハーフマクロ撮影ができるようになったっていうところがこの28から25に進化したポイントだと私は思います。例えばですけど、花だったり植物を撮影するとき、1型ではね、花全体が綺麗に写る、そんな距離感だったのが、今回は花びらの質感だったりとか花粉や植物の粒までしっかりと写せる、そんな進化を遂げています。しかもですよ、これがね、望遠側じゃなくて広角側で寄れるっていうのが特徴的だなと思います。レンズ先端から本当に数センチの距離でもピントが合うので、花びらを大きく写しながら後ろの葉っぱだったり光のボケも残すことができるんです。寄ってるのに背景が生きてるって、この感覚こそが2型の魅力的なところだと思います。なので小物だったり植物を撮るときに単なるクローズアップではなくて、その場所の雰囲気ごと残すことができるんです。広角マクロの魅力だと思います。つまり1型では寄りたくても届かなかった距離感っていうところまで2型は届くようになったっていうことです。なので単焦点マクロを持ち出さなくても、この1本でマクロな世界まで行けてしまうってすごくないですか？そしてね、やっぱりもう一つの魅力はこの 200mm の圧縮効果を生んだ描写ですね。さすがです。遠くの被写体を引き寄せながら背景を柔らかくぼかすことができますね。しかもね、結構全域でシャープさっていうのが保たれてる印象がありますね。解像感高めな気がします。なんかね、中心も端も解像感が高い。これめっちゃありかもしれません。高倍率とは思えない結構クリアな描写だなと思います。あとね、ボケも結構綺麗。これちょっとね、外に出て第2部で比較検証してみたいなと思います。広角端の 25mm、そして望遠の 200mm のボケ味の違いっていうのも第2部で検証していきますので、ぜひご覧ください。いやー、なんかね、シャープなのにボケがね、硬くないんですよ。結構期待値大ですね。しかもこれまで寄れるズームと望遠ズームっていうのは別物なことが多くないですか？でもこの 25mm、200mm のレンズはその境界線をなくしてくれたような一本だなと思います。軽くて寄れて遠くまで届く、この3つの要素が全て揃っています。ただ気になるのってやっぱり描写だったり色の感じじゃないでしょうか。ということで、実際にこの後第2部では外に出て作例をお届けしていこうと思います。ぜひお楽しみください。じゃあこの辺り撮りますか。アリがいるかもしれない。じゃあアリに寄りましょうか。いいじゃんいいじゃん。
じゃない？マクロ感ありますね。うわ、気持ち悪い。すごい。面白いね。すごい。お、せっかくね、望遠を持っているので、どれかいいのあるかな。この辺とか。で、止まってるトンボ。取れるか？いけるか？ちょっとピントを手前に合わせて。ああ、いけそうだね。いいね。まだ止まっててくれるので、少し下から。ああ、いいじゃない。足曲げた。いいんじゃない？それでは、この葉っぱを持って撮影しています。どこまで寄れるかっていうのを試したくて。結構寄れるんですよね。今めちゃくちゃ近いんだけど、奥に玉ボケできてるし。いいね。まあもちろんね、離したらこれくらいの玉ボケになります。結構寄れますよ。すごくないですか？いいね。楽しい。モウセンゴケか。このね、見えますか？つぶつぶが気持ち悪くて気持ちいいかもしれない。いいんじゃない？いいね。うわー、すごい。うわ、虫が絡まってる。すごい。これ気持ちいいですね。すごい。おー、花のコーナーですね。これ歩くだけで楽しい。ただ歩きつつ今どれを撮ろうかなと探しております。あ、ここにもいる。結構いっぱいいますね、このコーナー。ハチがいる。どこだどこだ。この見つける楽しさがすごい。いいね。お、蜜を吸ってるかな？いなくなっちゃった。あとね、ひまわり。真上から取っとく。いいんじゃない？この真上感が好きだね。こっちがいいかな。あ、こっちの方が背景が美しいね。いいね。いいよ。あ、いいですね。寄って一部を切り取る。いいね。アートな印象に仕上がります。かわいいよ。あ、ほうきも入れるとまたいいね。ハロウィン感が一気に出ます。おお、葉っぱの感じがめちゃくちゃいい。いいね。気持ちいいね。見えましたが、ここの花たちの中に蜂がいます。蜂。いいね。ちょっと下から行きましょうか。そうした方が蜂の姿が見やすい。あ、いいね。来た来た来た。なんかやってますね。ふっと寄って。いいね。良い。これもまたいいですね。一部だけ切り抜く。こういうね、結構ミニマルな写真も好きです。いいね。
ここからはマッチスナップを楽しんでいきたいと思います。25mm から 200mm までの幅広い世界をお楽しみください。では、行ってきます。では、この電球のあたりを主役にして、奥に光源があるので、そこを玉ぼけさせようと思います。今ね、25mm なんですけど、ぐっと寄ってあげると、あ、いいね。これくらいも好きかも。これ何ミリだ ?70 と100の間ぐらいですね。いいね、いいね。まずここで1枚いきましょうか。いいね。ぐっと寄ってあげましょうか。はい。今100ミリぐらいですね。いいね。そしてですね、今、ぐっと200まで伸ばしまして、取ると、こんな感じでございます。いやー、面白いな。うん。いいんじゃない？今、25mm の開放 F2.8 で撮ってみたいと思います。今 F2.8 で寄りまくってます。いいね。それぞれのね、ボケ味が楽しめて面白いなと。いいですね。最高だわ。めちゃくちゃ面白い。ベストな位置を探します。今ね、広角だとこんな感じで。ぐっと寄ってあげるとね、なんかこの明暗さが美しい、かっこいい印象になります。わずかに手前の方だけ光が当たってるんです。この辺りを撮っていきたいと思います。いいね。うん。いい感じ。よいしょ。上に上がりまして、少し縦の構図も良さそうです。あ、いいね。縦の構図とこの光の当たり方いいなと思う。手前にちょっと赤いボードも入れてあげると色の統一感が出るかな。いいね。あ、ここのお店の感じも結構好きですね。引きで撮るとこれくらいなんですけど、ぐっと寄るとね、こんだけ、いろんなものがはっきりと映りますね。若干広角気味で全体的に映してあげてもいいかもしれない。細かめの玉ぼけもできてますね。いいんじゃない？お、なんか面白いですね。このキラキラテープの影がかわいい。そう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 。実体もいいんですけど、影まで入れてあげるとさらに面白くないですか？むしろ影がメインでも面白いぐらい。ただまあ全体的にとってもいいかな。いいね。面白いわ。目の前のあたりをグッといきたいと思うんですけど、なんとね、私が少しずれると上にね、反対側の窓が映って、ちょっとそれが可愛いので、そのあたり撮ってみたいと思います。ずれながら。いいね。これもなんか可愛いですね。ザ・ハロウィンっていう。いいね。奥が溶ける。あとはどこまで入れ込んであげるかですね。下から取ってあげると、ちょっとかぼちゃの感じと、きらめく指輪の感じとかも入っていいかもしれないね。あ、ここの手前の小さな玉ぼけが可愛い。いいんじゃない？すごく。ちょっと渡りたいと思います。反対側に回りまして、取りますと余計なものが少なくなるかなと思いますので、こんな感じでどうでしょうか。いいね。まあ横もいいですね。下から空の余白が少なくなるので、その感じもいいかなと思います。いいね。じゃあ次の場所を探したいと思います。
こちら 25mm から 200mm までいけるので、結構ね、今日街の中に出てるんですけど、幅広くいろんな被写体を撮影できて面白いなと思います。広角チックの 25mm があるとやっぱり安心感というか表現の幅が広がります。目の前のお店の感じとかいいですね。広角で1枚撮りましょうか。まず全体の感じ。そしてグッと寄るとね、全然違った印象になりませんか？これがねまたいいんですよ。いいね。うん。あ、いいですね。ここのあたりとかどうでしょうか。ちょぼちょぼ跳ねてる。いいね。シャッタースピード結構上げましょうか。いいんじゃない？手前のあたりにピント当てますか。おお、綺麗な石が。いいね。よいよいよい。このね、水に埋まってる感じかわいい。こういうところ撮ると結構水のクリア度、透明さとかわかるので、いいんじゃない？とっても。なんか雨の感じ、雨っぽい感じがいい。いいね。かわいいね。いいね。目の前のこのお店のあたりとか、結構やっぱり広角な写真と合いますね。いいね。このフレーミングの感じ。白い壁のフレームがいいわ。ここのね、気持ちいいね。最高です。もうちょっと面白いことをするのであれば、グッと寄ってあげると。そうすると、なんか臨場感というか、アートな印象の写真になりますね。いいね。この上の窓の感じ良くないですか？本当は3つ入れたいとこなんですけど、ちょっとね、この街灯がかかっているのが気になるので、この2つでいきましょう。いいね。はい、第2部の作例写真いかがでしたでしょうか？待って、めちゃくちゃありすぎる一本ですね。いやー、ちょっとこれはね、かなりいい。はい、ということでね、ここからの第3部では実際に使ってみた感想っていうのをお届けしようと思います。今回はね、α7C2 に装着して撮ってみました。まずね、感じたのはとにかく軽いっていうことですね。バッグに入れても全く負担がなくて一日中持ち歩けてしまいました。あとね、個人的にやっぱりハーフマクロ撮影がめちゃくちゃ楽しい。植物の葉の縁だったりとか、葉っぱについた水滴、花びらの細部、虫の羽の模様までくっきりと見えるんですよ。しかも見えるだけじゃなくて、なんかね、もう本当に寄るっていうより覗き込むような、そんな距離感で撮れるんですよ。自分が小人になったかのような印象。それがね、めちゃくちゃ面白かったです。しかもね、ズームレンズだからこう寄ったまま焦点距離を変えて構図を整えることができるんです。これはね、単焦点マクロではできない強みだなと思います。そうじゃないですか？そしてね、望遠側の 200mm では立体感がね、めちゃくちゃ自然なんですよ。浮き立つ感じがなくて、でもしっかりと被写体を浮かび上がらせてくれる。圧縮効果っていうのが強いのに、ボケが柔らかくて自然で、背景がスッと溶けていくような、そんな描写になります。ちなみにね、望遠側でも最短撮影距離が 0.78 メートルなんですよ。なので一般的なズームよりも結構寄ることができます。本当にね、被写体を大きく写しながら背景をぼかす撮影っていうのにも向いてるなと思います。広角でも寄れる、望遠でも寄れる、その両立がこのレンズの強みなんじゃないかなと思います。そしてね、シャープさ抜群なんですよ。開放からしっかりと改造してくれます。最初からね、F2.8 っていうところはあると思うんですけど、にしても解像感高めです。
本当に細かな部分とか被写体の輪郭、そのような質感の描写がね、丁寧で非常に高いです。あとね、玉ボケもすごく綺麗ですね。点光源が自然に丸く映るんですよ。今回玉ボケの比較をしてみましたが、いかがでしょうか？私的にね、どこの焦点距離をとってもボケが崩れることなく安定していて、その安定感がいいなと思いました。あとね、動画でもピントの移行っていうのすごく滑らかで優秀なレンズかなと思います。はい。ということで、実際に使ってみて感じたのは、軽くてよれて 200mm まで届く。この3つのバランスが本当によく成り立っていることですね。本当に1本で完結するズームレンズっていう感じの印象があります。高倍率ズームとしての完成度っていうのは非常に高くて、描写も諦めたくない人にとってすごくいい一本だと思います。軽さ、解像感、ボケの美しさ、この3つを求める方にとっては間違いなく候補に入るレンズだと思います。ということで、この辺りで今回の動画は終了となります。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。